突然ですが、誰もが120歳まで健康なまま生きることができると聞いて、あなたは信じられますか？これを提唱している人物こそが今回ご紹介するハーバード大学医学部遺伝学教授デイビッド・シンクレア博士。彼は老化は病気だと言い切り、そのスピードを遅らせるだけではなく逆転させる研究を最前線で進めている世界的な権威です。皆さんこんにちは。みんなの若返りアカデミアのケイタです。まずはこちらを見てください。こちらは2014年頃のシンクレア博士で、これが2024年のシンクレア博士です。彼は当時45歳で現在は55歳ですが、明らかに若くなっているように見えますよね。また博士は自分の血液を科学的に分析した結果、実際のところ私は今人生で最も若く健康です。テストステロン、血糖値、炎症、血液細胞の構成、こういったマーカーのほとんどにおいて私は20歳の時よりも健康なのですと語っており、30歳近く若返ることに成功しています。ではそんな彼がどうやって若くなることができたのか、どんなことをお勧めしているのか、今回の内容では長寿のための運動習慣、若返りのための食事習慣、博士が実際に食べているもの、若返りサプリメント、長寿のために避けている食品、その他おすすめの若返り習慣の6つについて科学的根拠と本人の発言に基づいて徹底解説していきます。先に忠告しておきますが、今回の動画は少し長めの内容になっておりますので、途中で離脱してしまう方もいらっしゃるかもしれません。ですが最後までご覧いただければ、あなたの細胞年齢を若返らせて未来をより若々しく健康的に変えていくためのヒントをしっかりお伝えできることをお約束します。また繰り返し見て実践することでシンクレア博士のように細胞レベルで若返ることができるかもしれません。それでは早速デイビッド・シンクレア博士の若さの秘訣へようこそ。デイビッド・シンクレア博士についてまずご紹介したいのが、この動画の主役であるデイビッド・シンクレア博士。彼は単なる研究者ではありません。ハーバード大学医学部の遺伝学教授であり、老化は病気であると世界に向けて訴え続けているまさに長寿研究の革命児なんです。シンクレア博士が最初に注目されたのはサーチュイン遺伝子の研究。これは体の中で細胞の修復や老化のスピードに関わる重要なスイッチのようなもので、彼はこの遺伝子を活性化させる方法を科学的に次々と解き明かしていきました。また彼が注目したのが NAD という物質。これは体内の若さを維持する燃料のようなもので、加齢とともに減ってしまうのですが、博士はそれを補う方法を突き止め自ら実践することで自分の細胞年齢を若返らせたのです。彼の研究はサイエンス誌やネイチャー誌といった一流の学術誌に多数掲載されており、ビル・クリントン元大統領やアマゾン創業者のジェフ・ベゾスなど各界のリーダーたちも注目する存在になっております。さらに驚くべきは、彼がその理論を自らの生活で検証していること。研究室の中だけではなく、朝食のタイミングから運動、サプリメントまで全てを自ら実験対象として生きているんです。著書ライフスパンではこう語られています。私たちは老いる必要なんてない。老化はただのプログラムだ。ならば書き換えればいい。この言葉が今世界中の科学者や医療関係者だけではなく、いつまでも元気でいたいと願う私たち一人一人に大きな勇気と希望を与えてくれています。もちろん私もその一人で、ちなみにこの本には非常に大きく影響を受けています。ここからはそんな博士が実際に毎日行っていたりおすすめする6つの若返り方法をご紹介していきます。1つ目、長寿のための運動習慣。まず最初は運動習慣です。シンクレア博士は長寿遺伝子を活性化するには週に少なくとも3回、会話ができないほど息が切れる強度の運動をすることが大切だと強調しています。例えばインターバルトレーニングや短距離のダッシュなど高強度の運動で一時的に心拍数をぐっと上げるイメージです。息が上がるほどの運動をすると一時的に体内が低酸素状態になります。このストレスこそが体にもっと強くならなきゃと信号を送り、筋肉を増強し血流を改善し、老化を遅らせる化学物質の分泌を促すのです。彼は会話ができないくらい息が上がるほど早く動く、こうした低酸素状態のストレスが体に良い影響を与え、筋肉を作り血流を改善し、組織が老化を遅らせる物質を出すと語っていました。また運動が寿命に良いことは多くの研究で示されています。例えば10分程度の激しい運動を週数回行うだけでも心臓病など様々な疾患リスクが下がることが報告されています。シンクレア博士自身も毎日10分あるいは1日おきに10分間息が切れる運動をすると様々
々な失病リスクが下がる。マラソン選手のように長時間走らなくても短い高強度トレーニングで十分に恩恵が得られる。そして一番良くないのは全く息が切れる運動をしないことだと語っています。では具体的にどんな運動をすればいいのでしょうか。シンクレア博士のアドバイスはシンプルです。それはヒートと呼ばれる高強度インターバルトレーニングを週3回行おうというものです。例えば短いダッシュやバーピーを繰り返す、高負荷の筋トレセットをインターバルを挟んで行う、スピンバイクで全力漕ぎを織り交ぜるなど自分の限界に近い強度と休息を交互に繰り返す運動が効果的です。ポイントは息が切れる状態を作ることで体内のサーチュイン遺伝子や AMPK 経路といった老化防御スイッチがオンになるという点です。さらに筋力トレーニングも重要です。シンクレア博士は体重を増やしすぎず筋肉を維持することがインスリン感受性を保ち老化予防に役立つと語っています。加齢に伴い筋肉量が減ると血糖値コントロールが悪化して糖尿病リスクが上がります。博士は週3回のウェイトトレーニングも自身の習慣に取り入れており、体を動かし続けることが長寿の秘訣だと語っています。皆さんもまずは無理のない範囲で少し息が上がる運動から始めてみることをお勧めします。ちなみに私は最低でも週3回 YouTube のヒートの動画を見ながら実践しています。ヒートで検索するとたくさん動画が出てくるので自分に合った強度のものを実践するのがおすすめです。ちなみに私は中山きんに君さんのヒートの動画でやっています。概要欄にも載せておきますので気になる人はぜひ見てみてください。2つ目、若返りのための食事習慣。次は若返りのための食事習慣についてです。シンクレア博士が口を揃えて強調するのは食べ過ぎないこと、特に間欠的断食の実践です。博士は1日3食に加えて間食まで摂る現代人の食生活は明らかに過剰だ。常にお腹が満たされている状態だと体の長寿スイッチがオフになってしまうと警告します。博士自身30代から朝食を抜く生活を始め、できるだけ長い時間を空腹状態にするように工夫しています。具体的には16から18時間の断食を毎日行うスタイルです。例えば夜8時に夕食をとったら翌日は昼12時まで固形物を食べないといった具合です。博士曰くだいたい遅めの昼食か夕食を1日1回しっかり食べるような感じだそうです。実際博士は朝食は基本的に取らないで植物性のヨーグルトを数口食べる程度で1日1食に近い生活をしていると明かしています。このような食事間隔を空ける手法は間欠的断食と知られ、近年アンチエイジングや健康増進の観点から注目を浴びています。なぜ空腹の時間がそれほど大事なのでしょうか。ポイントはオートファジーとサーチュイン遺伝子の活性化です。私たちの細胞は飢餓状態になると生存モードに切り替わり細胞内の掃除を始めます。これがオートファジーと呼ばれるプロセスで、蓄積した老廃物や変性タンパク質を分解再利用し細胞をクリーンで健康な状態に保つのです。これは2016年に大隅義則教授がノーベル賞を受賞したことで一躍注目されたメカニズムです。16時間程度の断食でもオートファジーが促進されるという研究もあり、これがアンチエイジングにつながると考えられています。さらに長めの断食、例えば3日間行うとより強力にオートファジーが起こり細胞内の不良タンパク質が劇的に減少することも報告されています。一方サーチュインなどの長寿遺伝子も空腹によってスイッチが入ります。シンクレア博士が関わった研究ではカロリー制限や断食状態で細胞内の NAD+ という補酵素が増え、それによってサーチュイン遺伝子の活性が上がることが示されています。サーチュイン遺伝子は遺伝子発現を調節し DNA の修復や抗老化に寄与するため長寿スイッチとも呼ばれています。博士は長寿遺伝子は飢餓状態でオンになる。我々の体は飢えた時に初めて本気でサバイバルモードに入り細胞の防御修復システムが稼働し出すと説明しています。これは進化的にも理にかなっています。食料が不足している厳しい環境下では生物は生殖よりも生存とメンテナンスを優先し、結果として寿命を伸ばす方向に体が適応するからです。こうした背景からシンクレア博士はいつ食べるかが何を食べるかと同じぐらい重要と述べています。特に20代などの若いうちから習慣づけるとエピジェネティック時計という生物学的年齢の進行を遅らせられる可能性があるとも言います。ただし10代の若者や妊娠中の女性などには極端な断食は進めておらず、大人の多くは食べ過ぎだが成長期の若者は必要な栄養をしっかりとるべきとも注意しています。ではシンクレア博士の具体的な食習慣を見てみましょう。博士は朝食を抜く代わりに朝はたっぷりの水とレモンを入れたお湯、そしてブラックコーヒーやお茶を摂るそうです。博士のおすすめの断食を続けるコツとしては水分を十分に摂ることだそうで、これによって空腹感を紛らわせつつ代謝を促進します。また
どうしてもお腹が空いて耐えられない時はナッツを数粒つまむ程度でしのぐとのこと。ナッツは良質な脂肪と食物繊維が豊富で血糖値を上げにくいため、断食の邪魔をしにくいスナックとして適しています。博士は空腹を感じること自体が体にいいサインだと捉えています。空腹になると多少イライラするかもしれませんが、その裏では体はせっせと細胞の修復や若返る作業に励んでいるわけです。実際断食中に感じる空腹感はグレリンというホルモンの作用ですが、グレリンには脳の成長ホルモン分泌を促す作用もあり、認知機能向上や神経保護効果が示唆されています。つまりお腹がグーッとなるイコール若返りホルモンが出ていると前向きに考えることもできるんです。さらに食事の質ももちろん重要です。次のセクションで詳しく述べますが、博士は基本的に低糖質高栄養密度の食品を選びます。空腹の時間を長く取りつつ、食べる時には野菜や豆類、健康的な脂肪をしっかりとって栄養不足にならないように工夫しています。彼はこれを栄養十分な1日1食と呼んでいます。シンクレア博士は1日3食たっぷりプラスおやつという現代の食習慣を見直し、意図的に空腹な時間を作ることを強く提唱しています。皆さんも例えば夜8時以降は何も試ず、翌朝はコーヒーで済ませて昼に食事をとるなど、小さな一歩から始めてみてはいかがでしょうか。最初は慣れないかもしれませんが、体が順応すれば日中も頭がすっきり冴えてくるはずです。ちなみに私も何年も前から1日1食にしていますが、最初は朝ごはんを抜くところから始めて、だんだん食事を抜く時間を伸ばした結果、現在の1食になりました。これによって時間も浮きますし、1食だけになるので食べるものの質も上げることができるので、個人的にはおすすめです。3つ目、博士が実際に食べているもの。断食によっていつ食べるかをコントロールする一方で、何を食べるかも長寿には欠かせません。シンクレア博士が実践し推奨するのは植物性食品を中心とした食生活です。彼自身基本的にはビーガン、つまり完全菜食に近い食事を心がけており、肉類や乳製品はほとんど口にしません。科学的にも植物中心の食事は心血管疾患やがんのリスクの低減と関連し、ブルーゾーンと呼ばれる100歳以上の人が多く住む地域の食文化もおおむね植物ベースであることが知られています。特にシンクレア博士が注目しているのがゼノホルミシスというものです。聞き慣れない言葉かもしれませんが、これはイシュホルミシスとも訳され、ストレスを受けた植物が作り出す化学物質を摂取することで、人間の体にもホルミシス効果という適度なストレスによる有益な反応が生じるという考え方です。シンクレア博士は、私たち人間は植物が発する科学的なメッセージを読み取る能力があると語っており、つまり過酷な環境で育った植物が身を守るために作ったポリフェノールなどの物質を食べると、私たちの細胞内でも環境が厳しいぞ、備えようというスイッチが入り、結果として防御修復モードが活性化するというのです。具体例としてレスベラトロールという物質を聞いたことがあるでしょうか。赤ワインに含まれるポリフェノールで抗老化効果があると一時期ブームになりました。実はレスベラトロールはブドウの皮に含まれる成分で、ブドウの木が乾燥やカビの感染などのストレスを受けた時に大量に生成されます。シンクレア博士はレスベラトロールを20年以上研究してきましたが、この物質がサーチュイン遺伝子を活性化し、カロリー制限と似た分子経路を作動させることを発見しました。もっともシンクレア博士自身はアルコールは健康のために飲まない主義なので、レスベラトロールはサプリメントなどで摂取しています。これについては後ほど説明しますが、つまり赤ワインを毎日ボトル1本飲めという話では決してありませんのでご注意を。重要なのは植物が発するメッセージ物質を意識的に食生活に取り入れることなんです。またここからはシンクレア博士が日常的にとっている6つの食品をご紹介していきます。どれもアンチエイジング効果が注目されている食材ばかりなので、普段の食生活に取り入れるヒントとしてぜひ参考にしてみてください。1つ目、緑黄色野菜。ほうれん草、ケール、ブロッコリーなど色の濃い野菜にはポリフェノールやイソチオシアネートなどの抗酸化・抗炎症物質が豊富に含まれています。これらは植物が外敵から身を守るために作り出す成分で、人間にとっても抗酸化作用や解毒酵素の活性化に役立ちます。博士のお気に入りはブロッコリースプラウトだそうで、これはスルフォラファンの全駆体が豊富に入っているからだそうです。2つ目、ナッツ類や種子類。
くるみ、アーモンド、ピスタチオ、チアシード、アマニなどは良質な脂質と抗酸化物質の宝庫です。博士は特に夕食時にアーモンドやくるみを取り入れており、レスベラトロールに似た成分やビタミン E が抗炎症に働きかけてくれると考えています。またナッツを食べる習慣のある人は心疾患のリスクが低いという研究報告もされています。3つ目、オリーブオイル。地中海食の要ともいえるオリーブオイルにはオレオカンタールなど抗炎症ポリフェノールが含まれています。シンクレア博士はサラダにたっぷりかけるだけではなく NMN やレスベラトロールの吸収率を高めるために一緒に摂取することもあるそうです。4つ目、豆類や大豆食品。レンズ豆やひよこ豆、そして日本の豆腐や納豆など植物性タンパク質と食物繊維が豊富な食品は腸内環境を整え健康的な老化をサポートします。博士はビーガンに近い食生活をしており、納豆に含まれるビタミン K2 の重要性も強調しています。こちらは次の章で紹介しますが、彼はビタミン K2 のサプリも摂取しています。5つ目、スパイスやハーブ類。ウコンなどのターメリック、ローズマリー、オレガノ、シナモンなどは少量でも強い抗酸化抗炎症パワーを持つ微量栄養素です。特にターメリックに含まれるクルクミン、シナモンに含まれるシンナムアルデヒドなどが研究でも注目されています。博士も普段の食事にこうしたスパイスを取り入れ、風味とともに健康効果を楽しんでいます。そして最後に、中でも博士のお気に入りとして知られるのが日本でもおなじみの緑茶、特に抹茶です。彼は毎日1から2杯の抹茶入りの緑茶を飲んでいます。抹茶は茶葉を丸ごと粉末にしたもので、通常の緑茶よりも ECGC と呼ばれるカテキンやテアニンなどを高濃度に摂取することができます。 ECGC は強力なポリフェノールで抗がん作用やサーチュイン活性化作用が研究されています。シンクレア博士は緑茶、特に抹茶には長寿に寄与する物質がたくさん含まれているとしてコーヒーと並んでよく愛飲しています。まさか日本の抹茶が世界の長寿研究者に愛されていると聞くとなんだか嬉しいですね。さらにストレスを受けた植物という観点では、博士はオーガニックで育った小粒の野菜や果物を選ぶ傾向があります。例えば同じブルーベリーでも大規模農園でストレスのない環境下ですくすく育った大粒のものより、厳しい土壌で育った小粒で野生味のあるものの方がポリフェノール含有量が多いと言われています。博士はそうした話を引き合いに出し、野菜や果物も甘やかされて育ったものよりも多少過酷な環境で育った方が体にいい物質を蓄えていると解説します。それが実際にどこまで選別可能かは難しいところですが、少なくとも無農薬有機栽培のものを選ぶことでより多くのフィトケミカルを取ることが期待できます。このようにシンクレア博士は植物が本来持つ防御物質を余すことなくいただくというイメージで食材選びをしています。その成果もあってか、彼は実年齢は50代半ばですが、生物学的年齢は10歳以上若いとのこと。実際に博士は赤ワインとチーズ中心の食事をしていた頃は物忘れがひどかったが、今のように植物中心でアルコールと乳製品を断ったら記憶力が20代の頃のように冴え渡ってきたと語っています。私たちも日々の食事で色とりどりの野菜や果物、ナッツやお茶など植物由来のホルミシス物質を意識的に取り入れてみましょう。例えば1日1杯の緑茶や毎食に葉物野菜を追加といった小さな工夫から始めてみてください。それが積み重なれば体の中で長寿遺伝子が着実にオンになり、10年後20年後に違いが現れてくるかもしれません。動画の途中にはなりますが、このチャンネルでは10年以上にわたり老化防止やアンチエイジングに関する情報を徹底的に収集実践してきた私が、健康に関する情報や健康寿命を伸ばすための情報を発信していきますので、見逃さないようにぜひチャンネル登録とベルマークの通知のオン、お友達や家族へのシェアをよろしくお願いします。4つ目、若返りサプリメント。シンクレア博士は自身の研究知見に基づいて複数のサプリメントを活用しています。食品から摂るのが基本とはいえ、現代の食事だけでは十分に摂取しにくい長寿に有用な分子を補充するのが狙いです。ここでは博士が毎日毎週欠かさず摂っている代表的なサプリと薬10選とその容量、タイミング、健康効果について紹介します。1つ目、 NMN。 シンクレア博士が最も重要するサプリの一つが NMN です。 NMN は体内で NAD プラスという補酵素に変換されますが、 NAD プラスは全て細胞のエネルギー代謝や DNA 修復に不可欠で、加齢とともに減少します。博士は NAD プラスを若い頃のレベルに維持することが老化を遅らせる鍵と考え、毎朝 1g の NMN を摂取しています。取り方にも工夫があり、 NMN はオリーブオイルやヨーグルトと一緒に摂って吸収率を高めるようにしています。研究では若いマウスでは運
運動によって筋肉中の NAD プラスが増えるものの、年老いたマウスでは十分に増えないことが報告されており、このため年齢を重ねた人ほど NAD プラスの全躯体である NMN の補充が有効かもしれません。2つ目、レスベラトロール。先ほどもご紹介しましたが、ブドウ由来のポリフェノールでサーチュイン活性化物質として有名です。博士はこのレスベラトロールを毎朝 1g 摂取しており、 NMN 同様オリーブオイルやヨーグルトに混ぜて飲んでいます。レスベラトロール単独でも抗炎症抗老化の効果が動物実験で示されていますが、博士は NMN と組み合わせることで相乗効果があると考えています。レスベラトロールはサーチュイン遺伝子のスイッチを押し、 NMN はそのスイッチに必要な燃料を供給するという二段構えの作用基準が期待されています。3つ目、ベルベリン。かつて博士はメトホルミンという血糖値をコントロールする薬を服用していましたが、現在博士が摂取しているのがベルベリンです。植物由来の天然成分でありながら AMPK を活性化し、糖新生の抑制や血糖値の低下に寄与する点でメトホルミンと似た作用が確認されています。博士は胃腸への負担が少ないベルベリンの方が自分には合っていたと語っており、1日1から 2g を目安に摂取しています。複数の臨床研究でもベルベリンが血糖管理や代謝改善に有用であることが報告されています。4つ目、スペルミジン。最近注目のサプリで細胞のオートファジーを誘導すると言われるポリアミンの一種です。博士は毎朝 1mg のスペルミジンを摂取。食事からの摂取が難しいこともあり、サプリでの補給が有効とされています。スペルミジンは心血管疾患や神経変性のリスク低下に関与する可能性があり、博士もそのエビデンスに注目しています。5つ目、ケルセチン&フィセチン。植物由来のフラボノイドで近年セノリティクス老化細胞除去剤として期待されています。博士は両者を毎朝 500mg ずつ摂取しており、老化細胞の除去によって炎症の軽減や組織の若返りを図っています。6つ目、ビタミン D3 とビタミン K2。ビタミン D は免疫や骨の健康に不可欠で、博士は D3 を1日4000から 5000IU、 ビタミン K2 を180から360マイクログラム摂取しています。カルシウムの適切な代謝に加え、心血管リスクの軽減も期待されています。7つ目、フィッシュオイル。博士は20年以上毎日摂取しており、オメガ3脂肪酸による抗炎症作用や脳と心血管系の保護効果に期待しています。特にビーガン食では不足しがちな脂質を補う目的でもあります。8つ目、メラトニン。睡眠の質を高めるため、博士は夜に少量のメラトニンも使用しています。これにより睡眠の深さが改善し、回復力の向上やホルモンバランスの最適化に役立っていると述べています。9つ目、ラパマイシン。博士は週に1回低用量のラパマイシンを服用しています。エムトールという細胞成長の経路を抑制することで老化の進行を抑える働きが期待されています。副作用への配慮から怪我をした時などは服用を控えるようにしているとのことですが、定期的な使用により免疫機構や老化関連疾患への耐性を高める可能性があると博士は考えています。ちなみにこれは処方薬になるので、老化目的で日本で使用することは難しいものになります。10個目、低用量のアスピリン。1日 81mg の低用量アスピリンを摂取しており、博士はこれを抗炎症抗血栓効果に注目して使用しています。以上が博士の主要なサプリのリストです。本人曰くエビデンスと安全性を見極めながら厳選しているとのこと。実際彼は定期的に血液検査や生物学的年齢テストを行い、これらサプリの効果を自分自身でモニターしています。重要なのはサプリはあくまで補助であり、基本は前述した運動や断食、植物中心の食事といったライフスタイルにあるという点です。博士もサプリだけに頼ってもダメで、土台として運動、断食、植物中心食があって、そこにサプリでブーストをかけていると語っています。皆さんも興味があるものがあれば、まずは情報収集し、必要に応じて医師に相談の上で取り入れてみると良いでしょう。5つ目、長寿のために避けている食品。ここまででシンクレア博士が積極的に取り入れているものを見てきましたが、逆に避けているものもあります。博士自身がこれらできるだけ食べない、飲まないようにしていると公言している5つの食品と、それらを控える科学的理由について解説していきます。1つ目、砂糖。シンクレア博士が真っ先に挙げるのが砂糖です。彼は30代でアンチエイジング実践を始めた頃、まずは砂糖を断ったと語っています。砂糖、とりわけ果糖を多く含む果糖飲料やお菓子は血糖値スパイクとインスリン大量分泌を招き、慢性的な炎症とインスリン抵抗性を引き起こします。博士はインスリンの動きが鈍くなる2型糖尿病は老化を促進する最悪の状態の一つだと語っており、実際2型糖尿病は老化を加速させる代表的要因です。砂糖の過剰摂取はその近道と言えます。また余分な糖は体内でタンパ
パク質と結びつきエージスを形成し、組織の弾力性を失わせ肌のシワや血管の硬化などの老化現象を進めます。こうした理由から博士は砂糖入りジュースや炭酸飲料、甘いスイーツ類は極力避け、コーヒーやお茶にも砂糖は入れません。どうしても甘いものが欲しい時はベリー類や少量のダークチョコレートで満足させるそうです。2つ目、生成された炭水化物。砂糖ほど甘くなくても生成度の高い炭水化物は体内で急速に糖に変わり、血糖値を急上昇させます。白米やフランスパン、精白小麦のパスタなどが典型です。シンクレア博士は主食に関しても血糖値をあまり上げない穀物や豆類を選ぶようにしています。例えば彼の夕食には玄米やキヌア、クスクスなど低 GI 値の炭水化物が登場します。逆に白米や白いパンといった生成穀物はほとんど食べません。血糖値管理のためにはパンよりも全粒穀物を、白米よりも玄米をという置き換えが有効ですし、博士もまさにそれを実践しています。また彼は CGM と呼ばれる継続血糖モニターを腕につけて、自分の食事で血糖値がどう変動するかを常にチェックしているほど徹底しています。その経験からやはり生成炭水化物は良くない、食後高血糖は老化を進めると確信しているようです。ちなみにどうしても食べたい時は食事の最後に摂るようにすることを博士はお勧めしています。3つ目、過剰な肉類。博士は基本的には肉は食べない生活です。特にベーコンやハム、ソーセージといった加工肉や赤身の牛肉や羊肉などは老化の観点でマイナスと考えています。理由の一つは肉に含まれる飽和脂肪やヘム鉄が動脈硬化や炎症を促す可能性があること、また高タンパク高アミノ酸な食事は体内の mTOR 経路を活性化し、細胞を成長モードに傾けます。成長モードが続くと細胞のオートファジーが妨げられ、長寿遺伝子の働きも低下します。シンクレア博士は常にお腹がいっぱいでタンパク質も潤沢にある状態では体は将来への備えをしなくなると警鐘を鳴らしています。実際ハーバード公衆衛生大学院の大規模研究でも動物性タンパク質の多い食事は総脂肪率の上昇と関連し、逆に植物性タンパク質の置き換えでリスクが下がるという結果が出ています。とはいえ人によっては極端に肉を断つとエネルギー不足になる場合もあるでしょう。博士も完全菜食が難しい人には魚中心の地中海食や沖縄食を勧めています。また博士の発言によれば沖縄の人たちのように少量の魚と植物性中心の食事が長寿に貢献していると語っており、自身もそれをモデルにしているようです。つまり魚を完全に避けているわけではありませんが、量を抑え、主には植物性だがその補足的な位置づけで捉えていることがわかります。また魚にはオメガ3脂肪酸が豊富で抗炎症効果があるため赤身肉よりは良い選択肢とされています。4つ目、乳製品。意外かもしれませんがシンクレア博士は乳製品も避けています。特にチーズや牛乳は好んで取らないようです。彼がアルコールとともにチーズをやめたところ、電話番号や暗証番号などもすぐに思い出せるようになり、20代の脳を取り戻したようだと語っており、少なくとも本人の体感ではネガティブな影響があったようです。カルシウムやビタミン D に関してはサプリや豆乳、葉物野菜などの植物性食品から補うようにして乳製品に頼らないようにしているのでしょう。5つ目、アルコール。シンクレア博士は以前は赤ワインをたしなんでいたものの、現在はアルコールは一切飲まない生活です。アルコールは少量でも細胞にとっては毒であり、特に肝臓への負担や発がんリスクの増加が懸念されています。近年の研究では適量の飲酒でも寿命にプラスには働かないという報告が相次いでおり、アルコールは過大評価されていた可能性が指摘されています。博士はアルコールを断つことで前述のように記憶力が改善するなどのメリットを実感していますし、体の炎症レベルも下がったのでしょう。どうしても飲みたい場合はポリフェノールが多いピノ・ノワール種の赤ワインを1杯程度にとどめるように助言しています。ただし彼自身は酒が百薬の長と言える量はないとして極力ゼロを推奨しています。ちなみに過去に紹介した94歳の現役フィットネストレーナーの滝島美香さんは赤ワインをたしなんでいたので、やはり飲むとしても赤ワインが一番いい選択なのかもしれません。以上のように血糖値を急上昇させるもの、慢性的な炎症や成長シグナルを促すものがシンクレア博士の避ける食品のキーワードです。シンクレア博士の例を見ると、何を足すか以上に何を引くかが健康長寿には重要だと分かります。現代の食環境は魅力的な不健康食品で溢れていますが、未来の自分のためにできる範囲で距離を置いていくことをお勧めします。6つ目、その他のおすすめの若返り習慣。ここまでで食事や運動、サプリメントなどの主要な若返り戦略を見てきましたが、ここではシンクレア博士がおすすめするその他の若返り習慣を5つご紹介します。1つ目、サウナ。定期的なサウナは疑似的な運動とも言われ、その健康効
効果が注目されています。フィンランドの大規模研究では週に4回以上サウナに入る男性は週1回以下の男性に比べて心血管疾患による死亡率が大幅に低かったとの結果が報告されました。サウナで体を温めるとヒートショックプロテインというタンパク質が増え、細胞内のタンパク質の品質管理が向上します。また血行が促進され、老廃物の排出もスムーズになります。シンクレア博士もサウナによる適度な熱ストレスは体にいい刺激になるとして、可能な時にはサウナやスチームバスで汗を流すようにしています。2つ目、寒冷療法。サウナと対極にあるのが冷たい水や空気に体をさらす寒冷療法です。最近はアイスバスやコールドシャワーを実践する健康愛好家も増えています。寒さに身を置くことで褐色脂肪を活性化させ、代謝を促進しようとしています。寒冷刺激により褐色脂肪が熱産生を行うと基礎代謝が上がり、血糖値の調節や体脂肪減少につながる可能性があります。また一部の研究では寒冷シャワー習慣のある人は欠勤率が下がった、つまり健康であるというデータもあります。博士は寒さもまた体を鍛えると述べ、週に一度は冷たいシャワーを浴びたり、冬場には薄着で過ごす時間を作ることを勧めています。無理は禁物ですが、心臓に問題のない方は朝のシャワーの最後30秒だけ冷水にしてみるなど、徐々に慣らしてみるといいでしょう。ちなみに私は毎日シャワーのタイミングで冷水シャワーを浴びるようにしていますが、最初は正直嫌でした。ところが現在では慣れてしまっているので、やらない方が気持ち悪くなる状態になっています。個人的には浴びた後はすごく気分爽快で一日を生産的に過ごせるのでおすすめです。3つ目、健康データのトラッキング。シンクレア博士は自身の血液検査やエピジェネティック年齢の測定を通じて体内の状態を数値で見える化しています。これは健康や老化の進行を把握することで対策を早めに打てるからです。私たちも年1回の健康診断や遺伝子検査を活用して自分自身の体と向き合っていきましょう。4つ目、歯と口腔のケア。意外かもしれませんが、歯周病など口の中の慢性炎症は体全体の老化に影響します。歯周病菌が出す毒素や炎症性物質が血流に乗って全身に悪影響を及ぼし、心臓病や認知症のリスクを高めるという報告もあります。シンクレア博士も歯の定期検診と毎日のフロスを欠かしません。中高年の方は特に毎日の丁寧なブラッシングとフロッシング、そして年2回の歯医者での検診とクリーニングで口腔内を清潔に保ちましょう。口の中の健康は見落とされがちですが、全身の健康寿命に直結する重要な要素です。5つ目、社会的なつながりと生きがい。人とのつながりや生きがいは長寿に欠かせない要素です。孤独は死亡リスクを高める一方、社会的に活動している人はより健康で若々しい傾向があります。シンクレア博士は好奇心を持ち、学びや調整を続けることが若さを保つ鍵だと語っています。ちなみにこの考え方は過去に紹介してきた人全員が持っていたので、長寿にとって大事な要素なのは間違いないでしょう。以上が誰もが120歳まで健康で若く生きられることを提唱し、自身も30歳近く若返ることに成功したデイビッド・シンクレア教授の若さの秘訣6選になります。まとめになります。1つ目、長寿のための運動習慣。週3回10分間の高強度運動を実施し、ミトコンドリアを活性化、 NAD プラスを維持、サーチュイン遺伝子を刺激。2つ目、若返りのための食事習慣。毎日16から18時間の間欠的断食を継続し、オートファジー促進、長寿遺伝子活性、体脂肪減少。また植物中心の低糖質の食事を毎日1から2回の食事内で摂取し、血糖安定、炎症抑制、エピジェネティック時計の進行抑制。3つ目、博士が実際に食べているもの。緑黄色野菜、ナッツ、オリーブオイル、豆類、スパイス、抹茶を積極的に摂取し、抗酸化、抗炎症ポリフェノールで細胞の防御モードを強化。またオーガニックなどのストレスの多い状況下で栽培された食べ物を選択し、ゼノホルミシス効果で長寿遺伝子をさらにオン。4つ目、若返りサプリメント。 NMN とレスベラトロールを毎朝各 1g ずつ取り、 NAD プラス補充とサーチュイン活性化で細胞機能を若返らせる。ベルベリン、スペルミジン、ケルセチンとフィセチンを追加し、 AMPK 活性化、オートファジー誘導、老化細胞除去をサポート。ビタミン D3、ビタミン K2、フィッシュオイル、メラトニン、ラパマイシン、低用量アスピリンを状況に応じて使用し、免疫、
骨、心血管保護と mTOR の抑制をサポート。5つ目、長寿のために避けている食品。砂糖、生成炭水化物を極力カットし、血糖値スパイクを抑えインスリン抵抗性を防止。また加工肉、赤身肉、乳製品を最小限に抑えて mTOR の過活性と炎症を低減する。アルコールをゼロまたはごく少量に制限し、発がん、肝障害、認知機能低下のリスクを回避。6つ目、その他おすすめの若返り習慣。週数回のサウナで温熱ストレスを活用し、ヒートショックプロテインの増加と心血管を保護。週1回の冷水シャワーやアイスバスで寒冷刺激を追加し、褐色脂肪の活性化、基礎代謝の向上。定期的な健康データのトラッキングを行い、異常を早期発見と体内の状態を数値で見える化。毎日の歯間ケアと定期歯科検診を徹底し、口腔内の炎症を防ぎ全身の老化を抑制。趣味、学び、人との交流で好奇心と社会的つながりを維持し、ストレス軽減、幸福度向上、認知機能を保持。いかがでしたでしょうか。シンクレア博士のライフスタイルはただ老化を遅らせるためだけの戦略ではありません。それは未来の自分を今の自分として大切にする生き方なんです。博士はこんな言葉を私たちに残しています。私たちは未来の自分を現在の自分とは別の存在だと考えがちです。でもそれは誤りです。未来の自分も間違いなく私たち自身なのです。そして私たちが今日から健康的な変化を始めれば、未来の自分はきっとこういうはずです。ありがとうと。どうでしょうか。この言葉を聞いてあなたは何を感じましたか。博士はさらに科学が切り開く可能性についてもこう語ります。もし細胞のリプログラミングが成功すれば、私と同年代の人々でも150歳まで生きることができるかもしれません。私の目標は人間の若返りが可能であることを証明することです。病気を治し、視力や聴力を回復させ、寿命を劇的に伸ばすことが可能だと示したいのです。それが私が死ぬまでに達成したい夢です。私は他の人が同じ過ちを犯さないように、できるだけ正直に学んだことや失敗を共有したいと思っています。彼は世界を変える科学者であると同時に、未来のあなたを守ろうとしているただ一人の人間でもあるのです。そして今博士は次のステップへと歩み進めています。ライフスパンの続編となる新たな著書の準備がすでに始まっていて、数年以内に出るそうです。きっとまた未来に希望を与えるメッセージを届けてくれるでしょう。この動画を最後まで見てくださったあなたならきっと感じていただけたはずです。若さとは偶然ではなく選択だということ。だからこそ今日の皆様の選択が未来の自分からのありがとうに変わることをどうか忘れないでください。そして皆様も今日から何か一つ今回紹介した習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。それが未来のあなたを今よりもっと輝かせる一歩になるかもしれません。自分のペースで少しずつ改善を積み重ねていき、一緒に健康長寿をこのチャンネルの皆様と一緒に目指していきましょう。またシンクレア博士に関する書籍や情報、動画内で紹介したものを参考に個人的におすすめできる商品を概要欄に貼っておきますので、興味がある人はぜひ見ていただければと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。もし今回の動画がためになった、面白かったと感じていただけたなら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録、そして通知をオンにしていただけると嬉しいです。今後も若返りや健康寿命を伸ばす方法、そして人生をより豊かにするための情報をお届けしていきますので、どうぞお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。みんなの若返りアカデミアのケイタでした。